皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。何かの実験を行っているとき、条件を変えたら対象システムがどのように変化するかが予測できなくなることがあります。この場合、さらに実験を行うことにより答えを見つけ出すことができるかもしれません。しかし、これには多くの費用や手間が必要であったり、実験を行っても決定的な答えが得られなかったりもします。私はこのような時、数式モデリングにより回答を得ようと努めます。前回の動画で私は皆さんに解分循環式反応に関する質問を出しました。今回はこれに対する回答を示します。前回の質問を繰り返します。これは解分循環式反応装置図です。容器内の化学物質を含む水溶液、すなわち反応液が一定の流速で反応器へ供給され、処理が終わった溶液は再び容器へ戻されます。容器内の水溶液は十分に混合されており、化学物質濃度は均一です。反応器は一定の長さを持つ円環から構成され、この中を流れていくうちに化学物質は分解されます。したがって、反応液の流れ方向に化学物質の濃度分布が生じています。最初に、システム全体は初濃度 Y0 の反応液で満たされています。時刻 t=0 においてポンプのスイッチを入れ、流量 V1 で反応液の循環を始めます。これにより、図のようなデータが得られたと仮定します。質問は、反応物濃度をもっと早く減少させるには、循環流量を大きくした方が良いか、それとも小さくした方が良いかということです。解分循環式反応操作は身近に多く存在します。代表的なものは室内の空気浄化です。この場合には室内の空間を完全混合層と考えます。関係する数式モデルは簡単に作ることができますが、その解を得るのは結構厄介です。なぜならば、完全混合層へは反応器で処理されたものが時間遅れで流入するからです。したがって、完全混合層と反応器での反応物濃度の変化を並行して計算する必要があります。このような数式モデルの解を信頼できる精度で得るには、それなりに複雑な数値計算を行わなければなりません。しかしながら、操作条件を限定すれば、一次反応の場合に解析解が得られます。これは関係式を単にプログラムに書けば計算できるので便利です。以下ではこのホワイトラによる解析解と私どもが作成した計算プログラムによる数値解に基づき解分循環式反応操作の特徴を述べ、質問に対する回答を与えます。ここでは2種類の反応開始前の操作条件を考えます。操作条件1はホワイトラの条件です。t が0よりも小さいとき、
反応流体は完全混合層とバイパスの間を循環しています。t=0 の時、反応流体は反応器へと供給されて反応が開始されます。よって t=0 において反応物濃度は完全混合層内では y0 でありますが、反応器及びその前後の領域では0となっています。この操作条件の下で、ホワイトらはさらにいくつかの仮定を置き、解析解を導きました。例えば、反応器の体積は無限に小さいとしています。詳細は彼らの論文を参照してください。ホワイトらの解析解は実用的な反応操作とは異なるため、正確な装置性能の評価ができません。そこで私たちはより現実的な操作条件2の数式モデルを作るとともに、その数値解法を確立しました。本操作条件では t が0よりも小さいとき、完全混合層と反応器内は y0 の反応物で満たされています。t=0 のとき、反応が開始されます。このような反応系の例には光触媒反応があります。光源のスイッチがオフであれば、反応物が反応器内に存在しても反応は起こりません。光源のスイッチを入れて反応が開始されます。本操作条件に対して解析解がなかったため、私どもは数値計算により解を得ました。詳細は文献を参照してください。それでは数式モデルについて説明します。1式は完全混合層における濃度変化を表します。右辺第1項は流体の流動に伴う反応物の流入速度を表します。右辺第2項は完全混合層内に均一な濃度 y で存在する反応物の流出速度を表します。2式は初期条件です。操作条件1、2ともに完全混合層内は初濃度 y0 の反応物で満たされています。反応により反応物濃度が低下するならば、1式の右辺は常に負となるので、完全混合層内の濃度 y は時間とともに低下することになります。1式を空間時間 τs を使って表すと3式となります。次に、反応器出口から下流のプラグフロー領域出口での反応物濃度を使うと、時刻 t における完全混合層入り口での反応物濃度は4式で与えられます。ここで τpd は反応器から上流のプラグフロー領域での流体の空間時間を表します。数式モデルで使用している記号の意味は次のようになります。一次反応を仮定すると、反応器内での微分物質収支式は5式となります。また、初期条件を6式で与えます。
ここでタウ Pu は反応期から上流のプラグフロー領域での流体の空間時間を表します。5式を積分すると反応期出口での反応物濃度が得られます。数値計算を行う場合、操作条件1では t=0 の時、反応期とその上流及び下流のプラグフロー領域での反応物濃度を0とします。一方、操作条件2では、すべての領域での反応物濃度を初濃度 y0 とします。次に、以上述べた式を無次元化します。使用した無次元数の定義は以下に示す通りです。2式から6式を無次元化すると7から10までの式が得られます。操作条件1に対しては解析解を使いました。操作条件2に対してはこれらの数式モデルをルンゲクッタ法とその変法により解きました。これらの数値計算法の信頼性は数値解をホワイトらの解析解と比較することにより確認しました。説明を行う前に、操作パラメータの物理的意味を理解しておく必要があります。計算では常に一次反応を仮定し、パラメータ A と B を変え、無次元反応物濃度の変化を調べました。パラメータ A がより大きな値を取ることは、完全混合層の体積がより小さくなることを意味します。また、パラメータ B がより大きな値を取ることは、反応速度が大きくなること、循環流速が小さくなること、反応期体積が大きくなることを意味します。それでは解分循環式反応モデルによる計算結果に基づき反応現象を理解しましょう。この図は初期条件1において B を4に固定し A を 0.01 から5まで変えた時の完全混合層内での無次元濃度の時間変化を表します。反応物濃度はθ=0の時の値1から常に0に向かって単調に減少しています。A が大きいほど、すなわち完全混合層の体積が小さいほど迅速に濃度の低下が起こっています。これは理にかなっていますね。しかし、反応物濃度が初めから減少するのは不思議ですね。なぜならば、操作条件1では t=0 の時、反応期内の反応物濃度は0となっているからです。反応により濃度が低下した反応物が完全混合層に入るにはしばらく時間がかかります。したがって、反応開始直後の濃度低下は反応物を含まない流体の流入による反応液の希釈が原因であると解釈できます。次の図は
操作条件2に対する計算結果です。A と B の値は操作条件1の場合と同じです。しかし前の図と異なり、操作条件2では操作開始直後しばらくの間、反応物濃度は変化しません。これは t=0 の時、反応期とその前後のプラグフロー領域に反応物が存在しており、反応期より下流のプラグフロー領域に存在する未反応流体がしばらく完全混合層へ流入するからです。このような現象は実際の実験データにおいて観察することができます。パラメータ A と B が反応物濃度の変化に与えるそれ以外の影響は操作条件1の場合と同じです。続いて操作条件2において A を 0.1 に固定し B を 0.1 から40まで変えて計算を行いました。前の図と同様に操作開始直後にしばらくの間、反応物濃度が一定になっています。B が 0.1 から1まで増加するとき、一定となる時間はより短くなり、反応物濃度はより早く減少しています。ところが B が1から40まで増加するとき、一定となる時間はより長くなり、反応物濃度はより遅く減少します。これはどういうことでしょうか。そこで次に A が異なる場合において時刻 θ=5 における完全混合層内の反応物濃度と B の関係を調べました。B の増加は反応速度の増加や循環流速の減少を意味します。B の小さな領域ではこの値が大きいほど同時刻 θ=5 における完全混合層内の反応物濃度は小さくなっています。すなわち反応効率が高いことがわかります。しかしB=2付近で反応物濃度は最小となり、これよりも B が大きいと反応物濃度が大きくなり、反応効率が低下することがわかります。このようになるのはなぜでしょうか。7式を見てみましょう。右辺にB が逆数で含まれています。また B は10式にも含まれています。10式は反応速度式であり、B の増加は反応速度を大きくするので、反応率を高くしてくれます。一方、7式では B は逆数の形で与えられています。これにより B が大きくなると、右辺の項の値が小さくなるため、反応物濃度の低下が遅くなります。物理的には循環流速が低下すると、反応流体が反応期を通過する頻度が少なくなり、完全混合層での反応物濃度が遅くなると理解することができます。循環流速が遅い場合、反応期内での反応物の滞留時間が長くなり、反応率は高くなります。しかし、このような流体が完全混合層内に流入しても、流入速度が高くないため、反応物濃度は迅速に低下しません。また、反応期内に反応物が長く滞留すると、反応期から出てくる際の反応率は高くなりますが、反応物が低濃度となっているため、反応速度が小さくなり、
システム全体の反応効率は低下してしまいます。それでは質問に対する回答をまとめましょう。私の質問は、回分循環式反応操作において反応物濃度をより迅速に低下させるには、流体の循環流量を大きくすべきか小さくすべきかということでしたね。答えは、与えられた条件によって異なり、大きくした方が良い場合もあるし、小さくした方が良い場合もあるということです。本動画では実験データがないので無次元式による議論を行いましたが、操作条件が明確に与えられれば、数式モデルによる計算結果に基づきどちらが良いかを決めることができると思います。例えば、空気清浄機による室内の大量の空気を浄化するような場合、反応率を高くしようとして循環流速を小さくすると、空気全体が空気清浄機へ流入するまでに長い時間がかかるので、処理速度は遅くなります。このため、高速で空気を循環させて処理した方が有利であると考えられます。また、本動画で示した数式モデルにおいて、最適な循環流速を迅速に決定する方法を検討するのは面白いかもしれません。この最適な循環流速には、反応機内での反応物濃度の変化の形が大きく関係していると考えられます。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。